さあ、今回の解説では、現代の日本の姿を完全に形作った1000年にもわたる地理的な権力の綱引きについて紐解いていきます。これ本当に魅力的な歴史なんですよね。まず最初にちょっと想像してみてください。一体なぜ時の権力者が亡くなったというだけで国は首都そのものを毎回放棄して丸ごと別の場所へ移してしまったんでしょうか。いや、普通に考えたら信じられませんよね。その答えの一つは神道の思想である汚れ、つまり精神的な汚れですね。ただそれだけじゃありません。実は初期の情報制都市だった藤原京が下水が逆流するような低湿地、つまり最悪の沼地だったというちょっと笑えない事実も関係しているんです。しかも盆地の底に作られたせいで周りの丘に住み平民たちから天皇の宮殿が物理的に見下ろされてしまっていたんですね。これ当時の中国の皇帝のエティケットからするとありえないくらい恥ずかしい都市構造だったわけです。さて今回の全体像はこんな感じです。初期の使徒と風水、宮廷を操った一族、武装した僧侶たち、武士の台頭、そして2つの都市の物語。これらがどうぶつかり合って今日の日本の都市を作り上げたのか、サクッと見ていきましょう。まずはセクション1、初期の首都と風水、完璧な都市の構築です。過去の物理的そして衛生的な大惨事から逃れるため、西暦710年に奈良への大規模な遷都が行われました。そこでこの奈良の都市計画でめちゃくちゃ面白いのが、いかに完璧に四神相応の条件を満たしていたかということなんです。これ中国の風水に基づいた完璧な都市の青写真なんですが、北の玄武にあたる山、東の清流にあたる川、西の白鵬にあたる街道、そして南の朱雀にあたる海へと続く開けた盆地、これらが全部揃っていたんですね。精神的なバリアとしてだけでなく、道や川を使った地理的な物流戦略としても驚くほどうまく機能していたんです。まさに一石二鳥ですよね。続いてセクション2、空挺の支配者藤原氏。首都が美しい盆地である京都へと移ると、新たなそしてかなり狡猾な権力が台頭してきます。藤原氏って文字通り宮廷政治の達人だったんです。彼らは武士じゃないので剣を振り回して支配したわけじゃありません。じゃあどうしたかというと、完全に戦略的な結婚を利用したんですね。自分の娘を天皇に嫁がせて、男の子が生まれたらすぐに天皇を退位させちゃうんです。そして藤原氏の長、つまりおじいちゃんが摂政や関白として幼い天皇の代わりに国を氏負っていたというわけです。いやはや賢いやり方ですよね。でも永遠に続く権力なんてありません。天皇たちがついに院政というシステムを使って藤原氏を遠ざけ、地方の武士たちを実力行使の用心棒として雇い始めたんです。じゃあお役御免になった貴族の藤原氏はどうなったと思いますか？実は虐殺されたり滅亡したりしたわけじゃないんです。権力を奪われた後は数世紀にわたって和歌や書道、宮中行事といった文化的なポジションへとこれ以上ないくらい優雅にシフトチェンジしたんです。見事な生存戦略ですよね。さてセクション3は武装した僧侶たち、僧兵の台頭です。藤原氏の脅威が薄れた一方で、天皇や貴族たちはライバルの一族なんかよりもずっと恐ろしい脅威に直面していました。それが過激な武装集団、つまり仏教の僧兵たちだったんですが、当時のカオスっぷりを見事に表している言葉があるんです。白河法皇が残した鴨川の水、総録の際、三法師、これぞ我が心にかなわぬものという言葉ですね。当時の寺院って莫大な富と広大な土地を持っていて、僧兵と呼ばれる巨大な私兵集団まで抱えていたんです。自分たちの要求が通らないと神聖な神差を担いで文字通り京都に押し入りって朝廷を暴力や呪いで脅迫していたんですよ。とんでもない話ですよね。これが全国レベルでどう展開していったのかを見てみましょう。仏教の各宗派はそれぞれ全く違う場所に拠点を構えたんです。奈良の宗派は貴族や学者向け、比叡山は皇室向け、高野山は神秘主義、そして鎌倉の禅僧は武士階級向けで、大阪なんかに拠点を置いた浄土真宗は農民や平民向けといった具合です。これが結果的に異なる社会階層にバッチリ狙いを定めた巨大な政治的・経済的エンジンを生み出していたんですね。いよいよセクション4、武士の台頭、兵士対源氏です。こうした強引な僧侶たちや地方の反乱に対抗するため、朝廷は2つの武士団、兵士と源氏に大きく依存するようになります。
ここで極めて重要なのは朝廷の筋肉、つまり用心棒として使われていた彼らが、あれ、実は俺たちが本当の力を持ってるんじゃないかとすぐに気づいてしまったことなんです。保元の乱や平治の乱を経て兵士が一時的に独裁政権を築くんですが、最終的には5年にも及ぶ源平合戦へと発展します。そして1185年の壇の浦の戦いで政治の権力は完全に、そして永久に武士階級へと移ることになったわけです。最後のセクション5、2つの都市の物語、地理的な分断です。生涯のライバルを打ちのかした後、源頼朝は日本の地図を永遠に変えてしまうような本当に衝撃的な決断を下します。彼はなんと京都で政教を行うことをスパッと拒否したんです。なぜか。京都の贅沢な宮廷生活が武士を軟弱にしてしまうと分かっていたからなんですね。その代わり彼は東国の険しい自然の要塞である鎌倉に幕府を開きました。これによって日本は西の文治政治や宗教の権威を持つ京都と東の軍事支配と徴税権を持つ鎌倉へと真二つに分断されたんです。そしてこのドラマチックな地理的な分断こそが現代における日本の巨大都市が生き残り成長するための絶対的な土台となりました。ここからは現れては消え、そして生き残った都市たちのレガシーを見ていきましょう。今の時代でもこうした一族のライバル関係や地理的戦略の名残ってはっきりと見ることができるんです。京都や奈良は政治的な権力こそ失いましたが、文化と歴史のタイムカプセルとして見事に保存されましたよね。大阪は海に面した地の利を生かして天下の台所として商業のハブであり続けました。長崎は祖国下での貿易独占によって生き残りました。そして東の究極の軍事拠点だった江戸、ここは1868年に天皇を迎え入れて県と王冠を一つのメガシティへと融合させた東京へと変貌を遂げたんです。さて、この1000年にわたる壮大な権力の綱引きを振り返ってみて、皆さんに最後に一つ問いかけたいと思います。今日の権力や経済の流れを私たちが住む地理的な環境はどのように静かに、そして確実に形作り続けているのでしょうか。ぜひ皆さんの身の回りの世界と照らし合わせて考えてみてください。今回の解説はここまでです。お付き合いいただきありがとうございました。